こんにちは、ジパング55のタカです。今私はウィーンからフランクフルト国際空港に向かっています。これからドイツのフランクフルト国際空港から成田空港まで日本航空のビジネスクラスで向かいたいと思います。今回はそんなビジネスクラスの様子とお得に搭乗できる方法をご紹介したいと思います。このチャンネルはホテル紹介を中心に各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるのでチャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それでは早速向かいたいと思います。私は先ほどまでオーストリアのウィーンに滞在していたので特急列車でフランクフルトに向かいます。ウィーンからフランクフルトまでは乗る時間帯にもよりますが、私は6時間30分ほど乗車しました。値段は1人1万8000円ほどでしたが、飛行機などで向かうよりは安かったですね。ウィーンからも日本まで全日空の直行便があります。今回は日本航空のマイルを使用したかったので、フランクフルトに移動することにしました。席は綺麗で、日本の新幹線のようでした。ただ、席は4人1組の席だったので、終始ドイツ人と一緒の席でした。電車内で静かにするという習慣があまりないのか、終始どんちゃん騒ぎだったので、騒がしかったですね。途中下車したので、あとはゆっくりできました。ヨーロッパの電車旅も楽しめるので、ぜひ検討に入れてみてください。フランクフルト空港に到着しました。フランクフルトは日系企業も進出しており、多くの航空会社が就航しています。空港もかなり大きく、第1、第2ターミナルまであります。ロンドンのヒースロー空港、パリのシャルル・ド・ゴール空港と並び、ヨーロッパの重要なハブ空港として機能しています。電車はフランクフルト空港に直通でした。日本航空の搭乗口がある第2ターミナルまでバスで移動します。ちなみに到着もフランクフルト空港でプラハイキに乗り換えました。その際にプライオリティパスを使ってラウンジを利用しましたので、軽くご紹介しておきます。乗り換えが第1ターミナルだったので、私は第1ターミナルにあるラウンジを利用しました。搭乗エリアからも離れた場所にあり、手荷物検査エリアからも離れていたので少し不便でしたね。ドリンクや軽食が置いてありました。ドリンクはジュースやビールなどが置いてありますね。軽食はハム、ソーセージ、チーズ、パンなどが置いてありました。食事の種類はあまり多くなく、味も正直微妙でしたね。座席数はあまり多くなく、利用者も少なかった印象です。それでは第2ターミナルに向かいます。JAL のカウンターは搭乗開始の2時間半ほど前に開きました。ラウンジも出国エリアの中なので、搭乗手続き開始までは利用できませんでした。近くにはマクドナルドもありました。スペースはかなり広く、多くの方が利用していました。カウンターが開くまで、ここで待ってもいいかもしれませんね。出国審査場に入るのにかなり行列でした。EU 圏とそれ以外で入場する場所が分かれており、EU 圏はかなり混んでいましたね。なので、余裕を持って空港に来ることをお勧めします。フランクフルト空港には JAL の桜ラウンジもあったので、利用してきました。私は JAL のダイヤモンド会員なので、ファーストクラスラウンジを利用できました。中はそんなに広くなかったので、飛行機が混み合う時期だと混雑するかもしれません。お酒やコーヒー、カフェラテなどがありました。お酒はカクテルがメインでした。チョコレートのドリンクなどもあり、コーヒーメーカーは充実していました。料理は軽食、パスタ、カレー、スープなどがありました。口頭で注文すると持ってきてくれます。今回はカレーを注文しました。料理の種類は桜ラウンジとそんなに変わりがないようです。
成田空港のラウンジと比べてしまうと、内容は見劣りしてしまいますね。ただ海外の空港で日本航空のラウンジがあるだけでもありがたいので助かります。成田空港のファーストクラスラウンジもこちらで紹介しているので確認してみてください。シャワールームもあり、フライト前にシャワーも浴びれました。長時間のフライトなので直前に浴びれるのは嬉しいですね。搭乗口まで来ました。ラウンジは手荷物検査の手前にあったので少し早めに出る必要がありました。平日でしたが利用するお客さんは結構多めでしたね。それでは搭乗したいと思います。今回は中央の横並びの席にしました。窓際だと個室のようになっていましたね。座席にはお水、アメニティ、スリッパ、毛布などがありました。座席画面も大きく23インチあります。足も伸び伸び伸ばせそうな席ですね。コンセントと USB の充電場所もあります。ただ足元にあるので少し遠いですね。座席はフルフラットにもなり、マッサージ機もついていました。ジャケットなどをかけるフックもありました。アメニティが入ったヘラルボニーのポーチもありました。色は席によって違っていました。中身は歯磨きやスマホスタンド、アイマスク、耳栓などが入っていました。毛布と枕などもありました。他にはホットアイマスクなどもあったのでゆっくり休めそうですね。手元のリモコンで画面操作が可能です。画面が遠いので基本はリモコンで操作します。テーブルはかなり大きいですね。パソコンなども作業しやすそうです。可動式なのでコンパクトに使うこともできそうです。隣の席とは可動式の扉で仕切られています。同乗者とも顔を合わせられますし、寝るときには扉を閉めて休むことができます。一緒にメニューも置いてありました。ドリンクもかなり充実していますね。カクテル、リキュール、ビール、ソフトドリンクなどがありますね。他にはワインなどもあるようです。食事は事前に予約することもできました。和食と洋食から選ぶことができます。どちらも美味しそうなので迷ってしまいますね。私は今回洋食にしました。アラカルトメニューはいつでも注文ができます。スープ、サンドイッチ、ちらし寿司、カレー、チーズなどがありました。いつでも自由に注文できるのは嬉しいですね。ウェルカムドリンクでスパークリングワインをもらえました。席も広々しているので快適ですね。今回は13時間のフライトなのでゆっくり過ごせるのは嬉しいです。それでは離陸まで少し待ちたいと思います。離陸するとおしぼりを持ってきてくれました。座席の説明書もありました。詳しく説明が記載してあるので分かりやすいですね。今回はザ・スイートという座席です。タイプとしては少し古めの座席です。古めといっても設備は十分でゆっくり過ごせそうです。エアービーマットレスもあり、寝るときに弾けるようになっています。Wi-Fi は有料で1時間10ドルほどでした。最近は一部無料提供するサービスも開始しているようです。自身の搭乗便が対象か調べてみてください。離陸してからしばらく経つと食事の準備が始まりました。机にシートも引いてくれました。最初はナッツとドライフルーツ、チーズを提供してくれました。ドリンクはアップルジュースと山崎のウイスキーを注文しました。山崎のウイスキーがあるなんてさすがビジネスクラスですね。ナッツは塩気がありおつまみにちょうどいいですね。チーズと一緒にオリーブオイルもありました。お酒が進みますね。前菜はこちらです。エビ、パプリカ、炙りマグロ、ロースト野菜のサラダです。バーニャカウダドレッシングをかけていただきます。付け合わせのパンもいただきました。
エビもプリプリで美味しく、ソースとよく合いますね。機内食は現地の調理会社が調理しているので、現地料理を選んだ方が美味しいって聞きます。でも海外の帰りは、日本食を食べたくなっているので、どちらにするかいつも悩んでしまいます。皆さんは、どちらを選ぶことが多いか、よかったら教えてください。今回のメインディッシュはドイツ産牛フィレ肉、ジャポネソースです。お肉が大きく、美味しそうですね。結構ボリュームがありそうです。ドリンクはノンアルコールのアップルクーラーとマティーニを注文しました。肉は厚く、ボリュームがありますね。ソースとよく合っていました。個人的にはもう少しレアでも良かったですが、十分美味しかったです。それでは今回の航空券のお値段を発表します。今回はマイルでチケットを取得しました。ビジネスクラスで片道55,000マイル、燃油サーチャージが5万円ほどでした。意外に安いと思われましたか？日程でかなりマイル数は上下しますが、成田とフランクフルト区間は比較的リーズナブルなマイル数で搭乗できるんです。他のヨーロッパの都市だとビジネスクラスで片道20万マイルしたりするので、かなりお得ですね。理由は先ほど簡単にお話しした機材が若干古いんです。他の区間より飛行機の型が古いので、マイル数が安くなっています。ただ先ほどご紹介した通り、機材の内容は十分ですし、サービス内容は他のビジネスクラスと変わりません。それを考えると、かなりおすすめだと思います。皆さんもヨーロッパに行く際は、フランクフルト経由も検討してみてください。デザートはマンゴーココナッツムースとグリーンフルーツでした。一緒にコーヒーも注文しました。変わったデザートでしたが、美味しかったですね。さっぱりしていて食べやすかったです。それでは残りを食べて少しゆっくりしたいと思います。トイレに来ました。中は広々していて、清潔感もありました。歯ブラシやマウスウォッシュ、ハンドクリームもあるのが嬉しいですね。トイレにはウォシュレットもついていました。さすが日系の航空会社ですね。座席をフラットにしてマットレスを引きました。完全にベッドのようですね。私は身長が180センチメートルあるのですが、足をのびのびと伸ばせました。寝ながら映画などを見れるのはいいですね。フライト時間が長いと横になれるのは本当に助かります。それでは少し横になって休みたいと思います。おはようございます。4時間ほど寝たらだいぶすっきりしました。それでは寝起きに何か注文したいと思います。リモコンから好きなメニューを選び注文できます。画像付きなので分かりやすくていいですね。アルコールを含む好きなドリンクも注文できます。フルーツとスープを注文しました。フルーツもみずみずしくて美味しかったです。好きなタイミングで注文できるのが嬉しいですね。スープは温かく、寝起きの体にはちょうど良かったです。ちらし寿司も注文しました。思っていた以上に具材たっぷりですね。海外にいると和食を食べたくなるので、こういったメニューがあるのは嬉しいですね。味も美味しく、結構お腹いっぱいになりました。トイレの近くにはスナックバーがあり、自由に持っていけるようになっていました。お酒好きな人はずっと飲んでいられそうですね。着陸2時間ほど前から機内が明るくなってきました。アラカルトメニューから和食、洋食の朝食セットが両方注文できました。お腹いっぱいなので両方は食べれませんでしたので和食を注文しました。和食は魚とひじきがあり、とても良かったです。ご飯もおにぎりのようになっており、食べやすかったです。魚もしっかり味がついていて、とても美味しかったです。先ほどマイルがお得だとお話をしました。
日本航空でマイルを使用すると燃油サーチャージがかかってしまいます。ただ同じワンワールドの航空会社のマイルを使うと燃油サーチャージがかからない場合があります。具体的にはハワイアン航空、カタール航空、アメリカン航空、マレーシア航空などです。片道5万円がなくなると思うとかなりお得ですよね。同行人数が多いほどお得になるので一度調べてみてもいいかもしれません。日本航空のホームページから必要マイル数も調べられるので活用してみてください。私は今回日本航空でヨーロッパに向かいたかったので他社は利用しませんでした。各航空会社で機材やサービスが違うので自分に合った航空会社を選んでみるのもいいかもしれませんね。それでは残りを食べてしまいたいと思います。チョコレートも一緒に注文していたのでついていました。食べやすい大きさなので助かりますね。食事が終わり1時間ほどすると着陸態勢に入りました。13時間の旅もあっという間でしたね。それでは着陸です。成田空港に到着しました。とても快適な旅でしたね。夜の飛行機でしたが不快感もなく過ごすことができました。これから家に帰って旅の疲れを取りたいと思います。それでは今回の日本航空ビジネスクラスいかがだったでしょうか。充実した空の旅を送ることができましたね。ぜひ皆さんも日本航空で空の旅を満喫してみてください。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるのでチャンネル登録、高評価をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。